先生の空手応用できるんじゃないかなと思ったフェイントかけてるこんなのでこれを連動してこういうふうに持っていくできる時は全然何も感じないのに急にそうそう、おー、いった。こんにちは、空手家小です。今回もですね、令和の剣豪町井先生と、ちょっと撮っていきたいと思うんですが、もうなんだろう、もう今ちょっとそのコラボの撮影終わってもう2時間半かすいません3時間、なんなら撮影してる時間よりも断然長い時間ちょっといろんなやり取りを技術交流をさせていただいている中で、だから今ちょっとどんな技をっていう話をしている時になんかこれだったらこう受けの流しとかに使えるんじゃないかっていう話が出てきたので、じゃあこれはちょっと一回 YouTube でも撮らせてもらおうかなと思って急遽途中完全な趣味の技術交流の時間だったんですけど、ちょっとそういえば今日はコラボだったので撮影も仕上げということで、ちょっと今からぜひちょっとその技を教わりたいなと思いまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら先生の空手にちょっと応用できるんじゃないかなと思ったやつの中に、僕らがやってる刀の抜きつけで水平に切るっていう動きがありまして、相手腕を立ててもらいます。でこれ刀抜けた状態です。で末端の関節を使って刃の方向を変えて切ろうとすると物って切れないんですよ。で僕物切ったりとかするときには手首で刃筋を立てるのではなく、全部この体に近い関節使います。でここをその尺骨頭骨、ここなんていうのか知らないですけど、これがひねっていくのではなく、肩で方向が変わるとでもここで、僕ら居合柔術って呼んでるんですけど、居合柔術の場合は今の動きの中に合気道でいうところの4挙っていうのを加えて落としていくのがあります。加えて落としていくのがあります。これをちょっとやっていただこうかなと。じゃあ一度では一回僕がやってみますね。では先生、持っていかれないしっかり頑張ってください。でまず手首で刃の方向を変える。フェイントかけてるこんなの。肩からこれを連動してこういうふうに持っていく。これを連動してこういうふうに持っていく。先生でしたらまたものの数十分でマスターされると思うので、食べどころがないんですよ。もう人間ってちょっとでも軸崩されると、100% の力が出せなくなるので、そこを攻めていくっていうのが、踏ん張るところがないんですよ。なんか膝カックして落ちてるみたいな感覚です。それすごいいい適切な表現だ。こうする瞬間もなければ、パンっていう瞬間もなくて、なんかいつの間にかよいしょって座ってるみたいな。まず相手の足をその場に居つかせるっていうことが大事なんですね。力任せにグッてやると、ほら足動いたでしょ。その瞬間相手の軸ってまた変わってしまうので、ここでこれだけで相手は体揺れましたでしょ。でここでこれだけで相手は体揺れましたでしょ。でだけど自分は軸立ってると思ってるんですけど、もう崩されてる。それをあとは今ここで止めましたけど、刀で切る位置って大体手が斜め40度ぐらい前に出るんですけど、そこに向かってこお願いします。手首をひねらずに肩全体で刃の方向が変わる。ここで、肩を、なんか上げたり下げたりじゃない。ちょっと一回上がるような動きはあります。
を上げて肩をこう横にするみたいな。それで全体を肩でフォークをかけます。で横にした後にそのままこれは腕ををこう動かす。はい、スーッと動かせます。でもっと硬いものを切るとかっていう時にはこの股関節使って腕の動きを作ります。手だけではい。要は慣れてますもんね。普通にやったら絶対無理ですもん。ああでも今ちょっと一瞬体が崩れたんで、これももうあっという間にマスターされるかもしれない。最後また引っかかります。今ね、手でこう引っ掛けようという動きがあるんです。で引っ掛けようとすると、ここで変に視点が出てて倒れませんので、もう皮膚接触だけで、これだけ、もうこれでもう相手崩れたんで、腕を動かしていくと、ついてきてくれます。これ、できてるって言われるとなんか心配するんで、なんかこうやってこうやった時に、ほんのちょっとだけ相手にちょっとこっちに移動してもらうとになります。もうここで、息子の体に込んでください。ここで方向がもう角度が1度か2度こっちに行きますので。最後の最後に引っかかったの。引っ掛けない。こうしちゃうけどさ、僕は。ここに引っ掛けようっていう気持ちがずっとなるほど。今もやっぱこう。ああ、そっか。肘がこれだとこっちでやるんです。水平ではなくて、尻下げになっているので、肩を使って肘が真横になってこう投げない。最初は肩を押しています。これ見た感じ、形がいいですね。肩が上に上がってるだけなんですよ、先生の場合。で、ここにちょっと手をかけていただいて、これって何分かもないですよね。これ手首です。今、肩から動きました。小さい動きでも相手を動かす。もう一回触らない。これと、手がついちゃってるんですよね。で、こう動かすと、ちょっと位置がずれるんですよ。で、これは、引いて回す。このままこうやっても尺骨頭骨しか動かないので、一瞬上がるけどちょっと下がる動きもあって、最後にまた元の位置に引いた動きがまた前に。これ上げてるだけでも結構筋肉ですからね。イメージってこうであってますか？ちょっと違いますね。2回とって3回そうです。さっきオフの時に先生おっしゃってた投げ技術とか拍ですけれども、あれと全く一緒なんです。この肩から全部のこれができる。
ああ、そうそう、もうできちゃった。はい、それです。そうです。はい。で、それをだんだん小さくしていって、さっきのだと、多分カメラで映ってる僕の方って大きく動いて、先生の目視でも分かるじゃないですか。それがこの動きを最小限で大きく。なんか近くにぶつかったりしたりましたね。引っ掛けてなんとかしようとする。なんか最後ぶつかっちゃうんですね。触れてるところをちょっと意識してみてください。いきました。今ここが接触点ですけど、どんどん違うところにずれていってるんです。ここだったのがここまで。動いていくので視点がないので相手は踏ん張りどころが一点で引っ掛けるみたいなシーン。で今ちょっと下げようとしてるので、そのままスーッと前側と視点がどんどんずれていきながら右が崩れます。ここまでできたらすごいよね。これをあとはさらに体術に加えていきます。ここで先生が肩を抜いて崩れたら腕つかめるところで掴んだら、ここで何とかしてやろうと思って、肩して手の上にしてそうそう。ちょっと受け取って。なんかこれ、思ったより早く終わっちゃいそう、この回。めちゃくちゃ早い先生。そこで最後まで、この形まで持ってきたい。すげえ。そうとしちゃう。最初に完全に相手の体力を崩してからです。普通にここに来た瞬間にすぐ欲出すっていう。力技になってきてる。そうそうね。いやー、すごいお尻になってるんです。まずは肩を使って方向が変わる。ごめんなさい、ちょっといいですか。後ろから触ってもらって。引っかかる時ができたとしても、自分でこうすると相手が引っかかって止まってたら相手が勝手に崩れてくるんですので、引っ張ろうとしない。そこでぶつかった時に諦めモードに入ってる。完全に力が抜くと帰ってこっちが崩れますので。ここで力抜いていくと相手がこうそのぶつかるところになっている。要はここに圧を相手が感じちゃったらもうダメってことですよね。
もう一つ分かるじゃん、肩を動かして方向を変えるときに先生の体が揺れてます。あ本来相手の軸を奪えるはずだったのが相殺されてしまってます。ああ、そう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 、このままいくと、おお、今行きかけた。今あれで綺麗に輪っかかけられてたら落ちてる。しっかりちょっと受けて、すごい先生飲み込みめっちゃ早い。おお、すみません、こうですね。そうです。今こうやって持ってて自分のやり方なんですか。ほぼ完成してる。肩動いてないです。肩から方向を変えて。慣れて威力を出そうと思ったら股関節使うわけ。今は体の崩しの練習したいから手だけで相手が回りますよっていうのをやってますけど、最終的にはここが一瞬で方向変わるのとここで今聞いてる感じがね。なんかできるようになるとすぐできるようになっちゃうな。すいません。何回かできてました急に引きの動きがこの形一切変えません。角度も変えません。肩だけで、そう、これでもう崩れました。そうするとやばいな。こうか。で、手首伸ばしながら下に。ああ、そう。ほぼできてらっしゃいます。できるときは全然何も感じないのに急にそうおお、いった。はい、あとはこれを実践の会社でやったら差もできますよ。これもさっきの回で襲われる攻めるっていう意識を先生に与えたらすぐできるんじゃないですか。ここから真ん中にグッと入っていきますから。おお、やっぱり体に結びつけるとめちゃくちゃ強い。やってみ、めちゃくちゃ綺麗に崩される。真ん中に向かって少し圧力かけた瞬間、先生めっちゃやりやすい。今のやばいやろ。なんですかね、これ。圧力かけてもらわないとできない人。いや、でも本当に理想的な形でできてます。本当にできません。さっきと同じように先生が僕をコントロールするっていう。できました。先生は攻められて覚えるタイプ。攻めてもらわないと何もできない人です。でも最後はちゃんと攻められると思ってるとなんか急にやりやすくなるんですよ。不思議。よかった。急にめちゃくちゃ綺麗にかけられるからびっくりする。水死みたいなガンってマイクがぶつかった時にヒュッてやる。そうですね。いや、もうすごい短時間出ますから。急になんか質につまめたみたいな感じで急になんか軽くなって。今の動きがもうできれば鞘から抜いた瞬間。最初あんなにこうまたぶつかったってやってたらなんか最後急に
本当、毎回言ってるんですけど、本当成功するときって何のぶつかりが目にもあります。ありがとうございました。毎回習得に時間かかる。いや、とんでもないです。めちゃくちゃ短いです。ありがとうございました。スピードで覚えてる。ですか。すごすぎる。それがすごい僕が早いのかどうなのか。いや、めちゃくちゃ早いです。めちゃくちゃないですね。何年もかかるの。先生の基礎ができてらっしゃるから。いろんなヒントをいただいて。そうです。じゃあ、また長々とした動画になってしまったんですけど、また、はい、ありがとうございます。じゃあ、処理させていただきます。はい。もう弓術を研究したくてここになんか土地買って住んだっていう話をちらっと本で読んだんですけども、その通りこの体に接触しないというかもう、遠くからのものなんでもう完全に何にも右も左もわからないというか。今日も、ありがとうございました。いやさっきも言ったんですけど、毎回結構自分ができないからもういろいろ時間を使っていただいて、一つの話題に何十分もかけていただいて、本当すみません、いつもありがとうございます。先生の上達の速さに僕らもすごい驚かされ、はい、指導する側のヒントもたくさん、はい、学ばせていただいて、ますます発展するんじゃないかと思います。ありがとうございます。僕が時間を奪ってるんじゃなくて、そうやって言ってもらえるとちょっと時間を奪ったかもしれないけどちょっと重たい気持ちが軽くなるのでありがとうございます。なんかこうなんていうんですかね、撮るぞっていうよりもかえってカメラ止まってる時の方がうわっ今度なんか機会があったらこうオフショット特集とかやりたいですよね。確かにさっきまではもう撮らずにずっと技術交流してる時とかもありそうね。確かになんか撮っていざ成功させようとすると、なんなら一回成功して褒められるとすぐ失敗するっていうで、なんなら最初できてたのに急にまたできなくなるっていうループを毎回辿ってる気があるんですよ。ありがとうございます。でもちょっとこう言われたらすぐできるようにしたいなと思います。じゃあですね、そうで、ごめんなさい、漢字の話を、松井先生の技術を習いたかったらということで、はい、また新しく出てきた痛み。そうですね。今年のおそらく6月頃から北伊丹 JR 福知山線北伊丹駅から徒歩11分のところで、100坪の大きな道場を、構えることになりました。単発で習いに来られる方も大歓迎ですし、はい、毎週決まった時間に通ってくださる方も大歓迎です。人間の体の不思議っていうんですかね、はい、一緒に稽古をしたい方、ぜひお尋ねください。学ぶと面白いというか、やられるだけでも面白いのでぜひぜひあれですね、僕みたいに単発で、習いたい方も、ウェルカムということなので、ぜひちょっと動画概要欄に間に合えば貼ってありますし、間に合わなかったら、ちょっと定期的に動画をチェックしていただければ、必ず出来上がった時にはもう僕の概要欄に貼ってありますので、一度チェックしてみてください。よし、じゃあ最後締めさせていただきますが、原稿が貼ってないんで、また噛んだらすいません。じゃあ締めます。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。僕のチャンネルは、あれですね、日頃が抜けてますね。リズムでいつも覚えてるんですいません。原稿を拾っていただいてますので読ませていただきたいと思います。すいません。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなる、動画を毎週金曜18時、更新していきますので、動画の内容がいいなと思った人はいいねボタンとチャンネル登録して空手家講義と YouTube の方で一緒に強くなりましょう。おっす。もう毎回読んでるのにカンペがないと噛むというこの今日ちょっぱだから噛んでたおす失礼いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おすありがとうございます。 OK ですか。おす、じゃあお願いします。おす、こんにちは、空手家コウケです。今日は大阪の日本橋にある、居合の師団体おお、そう取りっぱなしで大丈夫ですまあいつものことなんでそのままで大丈夫です。おす、よしよし。おす、こんにちは。じゃあオフだけど締めますか。おすじゃあ
入りますか。だからはい。松井先生真ん中でじゃあ。先生も真ん中ではい。おっす。じゃあですね。じゃあおっす。今日アップでお願いします綺麗にしてくれるか。じゃあもうあれですかね、一斉ので押す言いますか。押す。多分これカット割りの時に多分僕の一斉のでからすでに始まってるんですよ。一斉ので1、2、3でいくのよ。そしたら綺麗に揃うのかな。いやでいいんじゃない一斉ので押すお願いします。で、押す。押す。じゃあいきます。一斉の押す。このポジションにいる時ってここからこういう風にするので、ここの距離がですね、ここポジション変わるだけで全然違ってくるんです。実際にやっていただくと分かると思うんですが、この正面に立った時の後ろ蹴りと、この右にずれた時の後ろ蹴りのポジションで相手側からしたら全然違うスピードに見えるので、